じゃあ、チャプター3ですね。実際に公道を走ってみて気をつけることについて話してみますね。まずは基本的なところなんですけども、誰でも知ってるかな、アメリカは右側通行ですね。なので、気をつけることって言ったら追い越し車線が逆になりますね。日本だと確か右が、今僕がいる車線が追い越し車線だったと思うんですけども、アメリカの場合は左が追い越し車線ですね。速い車は左なんで、遅く走りたいときは右側にいましょう。こういうね、街の中にいるときはそこまで間違いはしないんですけど、田舎とかのエリアに行くと車が全然走ってなくて、どっちだっけなっていう風になる時があるんで、そこは気をつけておきましょう。で、右つながりでもう少し話すと、右折、アメリカはね、赤信号でも右折可能です。州によって法律って若干異なるんですけども、この赤信号右折に関してはアメリカ今50州ありますけど、50州全部で認められてます。ただしあそこはダメ。ニューヨークシティ、ニューヨーク州じゃなくてマンハッタンとかがあるニューヨークシティ、あそこは特別な指示がない限り赤信号右折はダメです。他は全部大丈夫。自動車の無駄な停止を抑制して、それによって無駄な燃料の消費を抑えるみたいなのが狙いらしいですね。ちょうどね、あそこが交差点になってて右折するんで、そこが赤信号ならそのまま行っちゃいましょう。ここっすね。はい、こういう道は、今信号赤ですけども右折 OK です。停止線の前で一旦一時停止して、で左から車が来てない、来てないことを確認したら曲がって OK です。これあんま知られてないんですけど、左折、赤信号左折も場合によっては OK です。アメリカ50州では認められてない、37かな、いくつかの州で認められてて、でカリフォルニアもその一つです。でただしですよ、ちゃんとトリックがあって、こう交差点で1、2、4つじゃない、2つこう道路があると思うんですけど、その両方が一方通行である場合は左折 OK です。赤信号左折ですね。赤信号で左折しても OK です。要は反対車線、例えばこういうところだと反対車線っていうか、こっちから来る車にまたがるじゃないですか、左折するときに。でも一方通行の場合はそういうのがないんでやって大丈夫。ちょっと言葉で説明しても分かんないですよね。実際ちょっとあるんで見に行きましょう。僕が行ってた交差点はここなんですけど、青信号になっちゃいましたね。ここ一方通行、ここ一方通行なんで赤信号でも曲がって OK ですよっていう交差点ですね。ここは、僕側がまっすぐに一方通行で、目の前の道は左方面にこっちからこっちね、一方通行なので、車が来てなければ、ちゃんと一時停止して、車が来てなければ左折して OK っていう感じです。伝わったかな。次はね、バイクの止め方についてちょっと話しましょうか。前に何かの動画でちらっと言ったんですけど、バイクはね、斜めに止めなきゃダメなんですよ。僕も免許を取るまで知らなかったんですけど、例えばどこでもいいんですけど、こういうのは分かりやすいですよね。これバイク専用の駐車場ですね。この斜め線、こういう場合は分かりやすいで、普通にこのまま止めるだけです。よっと、こんな感じ。こう斜め線に沿って止めますね。こういうところがねあると分かりやすいんですけど、例えばああいう普通に車が止まってるパーキングメーターのところ、よっと、そういうとこでもこんな感じの角度で斜めに止めなきゃダメですね。例えばそこに止める場合でも。こういうとこね、こういうとこでよし止めるぞってなったら、よっと、こんな感じで
バイクを斜めに止めると。で、ここにパーキングメーターがあるんで、ここに25セントコインですね、入れます。で、大概2時間が限度ですね。ここにもリミット2 hours って書いてあるんですけど、2時間が1回の使用の限度です。ここにも書いてありましたね。でね、そうそう、休みの日、土日はね、無料だったりします。よっと。なので、25セントコインはね、何枚か持ってると、まあまあ使う場面があると思いますね。1枚。熱い。次は速度についてちょっと話しましょうか。基本的には標識があります。制限速度のね、それに沿って走れば大丈夫なんですけども、カリフォルニアの場合は制限速度を大きく超過していても切符取られるんですけども、仮に制限速度以内だったとしても著しく遅くて交通の流れを妨げているっていう風に警察官に判断されたら、それも切符切られますので、周りに合わせましょうっていう感じですね。速度について、何か話すとすれば、さっき言ったように遅すぎても速すぎてもっていうところもあるんですけども、ハイウェイを走るときですね、これね、一応ハイウェイなんですよ。アメリカのハイウェイっていうと多分インターステートハイウェイみたいなでかいやつを想像すると思うんですけども、片側3車線4車線あるような、必ずしもそういうのばかりじゃなくて、こういう片側1車線ずつみたいな狭い道路もハイウェイとして位置づけられてたりはします。こういう街の中はだいたい35キロ5キロじゃない35マイルとかで設定されるんですけど、街から抜けた途端55マイルぐらいまで上がります。なんか逆を言うと55マイルぐらいでわーって走ってて、街に差し掛かるといきなり35までギュッて落ちるんで、車間を詰めすぎてたりすると前の車に激突するんで、そこはね気をつけた方がいいですね。ちょっと分かりやすい場面がもう少し先に行ったらあるんで、そこだけちょっと見ていきましょうか。今はね市街地を抜けましたね。ここは今45マイルが制限速度です。多分ねもう少し先に行ったら55マイルぐらいまで上がると思いますね。はい、ここは今55マイルまで上がりました。でこのまままっすぐ行くとしばらくしたら、小さな町があるんですけど、そこになるといきなり落ちます。でさらにそこから街の中に学校があるとより落ちます。25マイルぐらいまで落ちますね。当然その辺りは警察もよく見てるし、見てなかったとしても単純に危ないんで、ちゃんとそこはスピードを落とした方がいいです。いいですっていうか、スピード法律なんでね、スピードを落としましょう。35ゾーンアヘッドっていうのはこの先に35マイルになるゾーンがありますよっていう警告ですね。街になってここから35です。ここが街なんで、街っていうか街なんで、ここからさらに学校があるエリアに近づくと25になります。そうですね。ここはスクールゾーンですね。スピードリミット25です。さっきまで結構飛ばした車がここまで遅くなるんで、ちゃんと車間を開けとかないとちょっと危ない目に遭うと思いますね。はい、こんな感じが、基本的に日本で気をつけてることを気をつけてればハイウェイは全然問題ないと思います。速度を守って車間距離を保ちましょうっていうね。じゃあ最後、チャプター3の最後にガソリンをねちょっと入れましょう。ガソリンの入れ方を説明しますね。とりあえずちょっと街に戻ります。もうじゃあ1個ねちょっと大事なことを言い忘れてましたね。治安についてちょっと話しておかなきゃいけないと思います。アメリカね治安悪いっすよ思ってる以上に悪いですね。確かに治安悪いとは言われてはいました。だから気をつけなさいよみたいな感じで、僕もね知ってはいたけど、そんなでもないでしょみたいな感じでいたんですけど、やっぱね治安悪いですよここで。バイクでツーリングするときに気をつけることって言ったら、やっぱねカリフォルニアの場合はバイクの盗難件数が確かねアメリカで一番多いんですよ。で一番取られるバイクがホンダだったはずで、とにかくバイクの窃盗が多い、車上荒らしも多い、窃盗、さっき言ったか窃盗、私物、バイクも含めて私物を盗まれる確率がめちゃくちゃ多いんですよ。車
梶原市の現場に出会ったことはないですけど、車輪を取られてる自転車とかバイクとかは見たことありますし、で僕自身もチャリンコの後輪かな、前輪とフレームに鍵をこうかけてたんですけど、後輪を取られましたね。あれ腹立ったな。あとはアマゾンの置き配はあれ2回盗まれましたね。とにかく治安が悪いです。盗まれますよく。だから例えばモーテルとかにバイクを止めるときは、僕はもう必ず1階の部屋ですね。1階の部屋でなるべく自分の部屋の目の前にバイクを置きます。バイクがちっちゃいならそのままね部屋にバイク入れたいぐらいなんですけど、無理なんで、このでかいバイクは目の前に置いておきます。でお昼ご飯とかを食べるとき、ダイナーとかね行くときは、見える位置、例えばここマクドナルドなんですけど、ここで食べるとしたら、そうだな、そこから見える位置なので、ここは多分ねピックアップのみなんで、ここかな。よいしょ。こんな感じでなるべく店内から見えやすい位置にバイクを止めますね。で、よいしょ、ハンドルロックぐらいはねちゃんとかけときましょう。私物は全部持っていく。そこら辺を心がけてれば、まあ 100% 大丈夫とは言わないですけど、簡単なカジュアル盗難みたいなのは避けられると思いますね。はい、こっちでしょ。はい。でガソリンは日本と違って3種類あるって多分昨日の夜言ったと思うんですけども、これですね、87、89、91。日本でいうレギュラーが87で、ハイオクが91だと思いますね。で中間に1個あるイメージです。で僕のこの GS は89が適正ですね。で、入れ方は簡単です。まずここに、カード入れるところがあるんで、カードを入れますね。で、よいしょ、抜いて、でレシートいるかいらないか聞かれてるのでいらないと。あとはノズルをやって油脂を選択ですね。はい。で便利機能であるのが、よいしょ、ここやるとここに金具みたいなのがあって、これホルダーですね。手離してもガソリン満タンになるまで放置できます。基本的にどこもやり方一緒なんですけど、場所によってはカードを入れた後に暗証番号入力するところもありますし、あとね注意しなきゃいけないのが、日本のクレジットカードが使えないガソリンスタンドがね時々あります。特にジップコードって言って、日本で郵便番号みたいな番号が各住所に振ってあるんですけど、それを入力してくださいっていうようなガソリンスタンドだと、十中八九使えないです。そうじゃなくてもたまに使えない場面があります。でそういう場合はどうしたらいいのかっていうと、よいしょ、見えるかな、そこにお店があると思うんですよ。てかガソリンスタンド必ずお店があります。よっと、危ねえ。ガソリンスタンドは必ずお店があって、コンビニですね。日本はコンビニがいっぱいありますけど、アメリカはあんまないんですよ。でその代わりガソリンスタンドがコンビニ代わりになってて、そこのお店の中に行って、例えばここ今6番ですけど、6番レーンで、何ドル分入れたいですっていう風に言ってカード出せばここ起動してくれますね。なのでこの機会にクレジットカード行って使えなかったら、お店の中行ってレーン番号伝えていくら分を伝えれば大丈夫です。怖えな、これぶつかんじゃねえか。ちょっと攻めすぎたな。よし、とりあえずこれで、チャプター3行動編ですねが終わりですね。最後は豆知識というか、その他の情報ですね。小さい情報とかをコーヒー飲みながら話せればいいなと思います。ここがコーヒー屋さんです。僕がよく行ってる。はい、暑い中お疲れ様でした。でとりあえずチャプター4最後ってことで、その他、雑学みたいな感じですね。まず一つが、アメリカはめっちゃ現金社会じゃなくて逆カード社会です。僕ヨーロッパツーリング行った時に、ヨーロッパはもうカード社会なんで現金なんか全然使えませんよみたいな感じで事前情報で聞いてたんですけど、
大嘘だったんですよ。めっちゃ現金使う場面いっぱいありました。もちろんカード使えない場面もちょくちょくあったんで騙されたって感じだったんですけど、アメリカはねカード社会ですね。こっち来てからほとんど現金使わないですね。使う場面って言ったら一つがキャンプ場、もう一つが洗車場ぐらいですね。ほんとねカードばっかですね、ここで使うのは。なので限度額がちゃんと揃ってるというか、限度額がちゃんと空いてるクレジットカードを持ってくるってことをお勧めします。で急に現金が必要になったってなったら ATM に行きましょう。 ATM はね日本だとコンビニがいっぱいあるんであんま困んないんですけど、ここだとあんまコンビニがないんでガソリンスタンドに ATM が併設されている場合がありますし、あとは銀行行けば必ずありますね。でそこ行って日本のクレジットカード入れたら海外だとキャッシング機能が使えると思うんで、そこで現金を引き出すことができます。でもう一個気をつけること、これはね砂漠を走ろうと思ってる人向けですね。むやみに舗装道路から外れて砂のエリアに入んない方がいいですよ。僕ね一回砂にはまりました。この間キャンツ行って、その時に砂漠のど真ん中にあるハイウェイを走ったんですよ。でインターステッドハイウェイじゃなくて普通のさっき通ったようなハイウェイってこう道のすぐ脇がもう砂なんですよ。で僕ねちょっと好奇心でこの砂のエリアに入っちゃったんですよでまんまと砂にはまりましたね。もうこけて一生懸命バイクを起こして抜けようとするんですけど、もうねアクセルいくらひねっても後輪が砂を掘るだけなんですよ。でどんどんこう砂にはまっていくみたいな感じになっちゃって大変な目に遭いました。で、それはまだ動画にしてないんで、あんまり話すとネタバレになっちゃうんでね、はい、どう抜け出したかとかっていうのは今回話さないでおきますけども、大変な目に遭いましたので、むやみに舗装道路から外れて砂のエリアには入らない、特にオフロードバイクじゃない場合は。で最後に話すとしたら線路、そうですね、踏切ですね。踏切はね一時停止しないですよ。日本の場合は直前で一時停止してで左右確認して何もなければ、踏切を乗り越えるって感じでしたけども、アメリカはもうそのまま直進していきます。でここで何を気をつけるかっていうと、一時停止しないのはもちろんなんですけど、後ろから追突されちゃうんでね、もちろんなんですけど、こうハイウェイ走ってて結構なスピードで走ってる時に踏切がある場合があります。でそういう時にこうハイウェイがこう斜めに走ってると、踏切のそのレールの上をちょっとバイクを寝かした状態で走らなきゃいけないんですよ。でそんな時に雨とかが降ってるとすっ転ぶ恐れがあるんで、それはね気をつけた方がいいですよ。なるべくバイク立てて進めましょう。そんなところで転んじゃうと後ろの車とかは止まるつもりがないスピードで走ってるんで、多分ね跳ねられますので、そこは気をつけましょうぐらいかな。大概網羅したとは思うんで、もし漏れてたら字幕とかに入れて、補足情報つけておきます。長い動画でしたけども最後までお付き合いいただいてありがとうございました。動画の内容が気に入っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。良い旅を。この動画がね役に立つことを祈ってます。じゃあね。